東北新幹線は運転を再開をしています。在来線ですが、3事業者8路線で運転を見合わせております。そのような報告を受けております。また、青森県むつ市のむつ総合病院において、病棟7階のスプリンクラーが故障し、5階から7階の3フロアが水浸しになる被害が発生をし、約80床が使えない状況との報告を受けております。こうした状況を受けまして、災害派遣医療チームの DMAT7 チームの約30名が派遣をされて、現地で対応に当たっているほか、青森県知事から海上自衛隊に対して、当該病院の入院患者の輸送支援等に関する災害派遣要請がございました。現在、入院患者約80名のうち、体調などを考慮して、病院側が本日中に搬送を希望する31名について、DMAT、消防、自衛隊の支援により、近隣の医療機関等に搬送が行われたと報告を受けております。また、内閣府調査チームですが、今朝、青森県庁に到着をし、これまでにも、青森県災害対策本部会議への出席、青森県東北町の道路陥没現場の確認、被災地域の首長からの聞き取りなどに当たっておりまして、引き続き被害状況の把握や今後の対応の調整等に当たることとしております。政府としては北海道三陸沖後発地震注意情報の発表を受け、赤間防災担当大臣以下による関係省庁災害対策会議において、地方自治体や関係機関と緊密に連携をし、引き続き緊張感を持って対応するよう呼びかけ、警戒体制を構築するとともに、引き続き官邸対策室において、情報収集や災害応急対策、国民に対する後発地震注意情報の内容や取るべき防災対応の情報発信等に取り組んでまいります。はい、関連で、はい、どうぞ。北海道新聞の小林です。昨夜から今日にかけて、青森県東方沖では断続的に地震が発生していますが、一連の地震をどう分析しているか、政府の考えを伺います。以上です。はい。昨日23時15分の大地震以降ですね、本日14時までの間に、震度1以上の地震が15回発生をしております。この地域では過去に大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続けて発生した事例があります。揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意するとともに、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もあるため、引き続き注意が必要です。本日15時から地震調査委員会の臨時会が開催をされ、今回の地震の評価について議論が行われていると承知をしており、さらなる詳細については所管の文部科学省にお尋ねいただければと思います。その関係なければ次のご質問どうぞ。はい、次。共同通信の石川です、インテリジェンス機能の強化について伺います。政権発足にあたって高市総理大臣からは政府全体のインテリジェンス司令塔機能の強化に向けた検討を行うようにとの指示が出ていますが、司令塔機能を強化する意義、必要性について改めて政府の見解をお聞かせください。また、内閣の情報機能の強化という観点から将来的にインテリジェンスを所管する担当大臣を置く考えがあるかも併せて伺います。インテリジェンスの司令塔機能の強化についてのご質問ですが、各省庁の取り組みを政府全体として整合の取れたものとすること、また各省庁が収集した情報を内閣として一元的に収集分析することなどにより、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境において、国が的確な意思決定を行うためのより質の高い時期にかなった情報を得ることができるようになる、そういった意義を有していると考えております。後段のお尋ねの担当大臣の設置についてでありますが、これは現在何か定まった方針があるものではありません。政府においては、
連立政権合意書で言及されたスケジュールも念頭に置きながら、必要な立法を行うべく、与党と緊密に連携を図りながら、早急に検討を進めてまいりたいと考えます。はい、どうぞ。はい。日本政府の対外発信について伺います。今般の中国による例外的な事案などを受けて、自民党の外交部会などからは、エビデンスに基づいた時系列的な発信や、各国言語での発信などを求める声があります。中国側は、王室の裏に日本への批判を展開していますが、こうした事実に反する主張に対し、日本政府としてどのように反論を発信していくか、見通しを伺います。はい。ご指摘のような一連の中国側の動向については承知をしているところです。我が国の政策や立場についての事実に反する中国側の主張に対しては、日本政府として、しっかりと反論、発信してきております。ご指摘のレーダー照射事案について申し上げると、事案の発生後、船越外務事務次官が、呉江浩中国大使に対して強く抗議をし、再発防止を厳重に求めましたが、この内容については、外務省ホームページや SNS 等を通じて、日本語、英語、中国語で発信をしております。また、米国を含む同盟国、同志国との間で緊密なやり取りも行っております。さらに、昨日の会見では、自衛隊機による妨害があったとの中国側の指摘は当たらないこと。加えて本日、午前の会見においては、中国側による断続的なレーダー照射が航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為と判断した根拠について、私からもご説明をさせていただいているところです。日本政府の立場について各国の理解を得ることは極めて重要であり、政府としてこれまでも各国との間で中国との関係を含めた様々な課題について、平素から緊密に意思疎通を行うとともに、様々な機会を捉えて我が国の立場を説明してきているところでありますが、引き続き国際社会に対して我が国の立場や考えを適時適切に説明、そして発信をしてまいります。ありがとうございます。はい。